どなたも現在の段から一つ上に上がりたいと商談審査に挑戦されるわけですが、審査の立ち会いというのは非常に短い、60秒から120秒ぐらいしかありません。その中で真偽対いずれの要素においても相手を上回っておる、優位性を示す、表現する、これが共通の課題であろうと思います。そこでいくつか基本的なことを、まず最初に着想、これが乱れていては、修練者として剣道の美学にもとるということで非常に嫌われますので、いくつか要点を申し上げたいと思います。最初は袴の履き方ですけれども、前下がり後ろ上がりと言われますように、後ろがこう下がってしまうような履き方にならないで、自然体を取った時に裾が、袴の裾が後ろの方がやや高い位置にある、そういうことが望ましい。それから袴の短すぎる方ですね。短い袴を好む方がいらっしゃいます。これもあまり、講談者としては好ましくない。長すぎるのもそう。一般的には立った姿勢の時に、袴の裾が足のくるぶしと言われるこのくるぶしのところの高さに位置するのが望ましいとこう言われております。それから剣道着、敬語着ですけれども、背中が、背筋が正しく表現できるように、背中にこう膨らみが出ないように正しく着付けをする。それから剣道着の袖の長さです。後ほどコテをつけてみますが、コテにかぶってしまうような長すぎるもの、あるいは腕が、肘が出るような短いもの、こういったものは現に慎んでいただきたいと思います。ちょっとこっち来てください。こっち来て。袴を履いていらっしゃるのを横から見ますとですね、この袴の横の切れが、後ろの切れがこう下がって見える。これなどはもう少し腰板の部分を上げて、横の切れ目がストッとこう落ちるように、後ろにゆとりが出てこないように、こういったことも着付ける際に気をつけてみられるといいと思いますね。もう少し上げたいね。はい。次にですね、剣道着袴の着想の仕方として、襟首袴腰と言われます。剣道着の襟が常に首に接しておる。これがこういうふうに襟が首から離れているような姿勢、あるいは着想、これは好ましくありません。自然に立ったときに後ろ襟が首にきちんと密着しておる。それから袴の腰板がこういうふうに開いておるような状態、これも望ましくあります。ピタッと腰板が体に密着するような。もう一つご覧になって分かりますように、私の胴の剣道着の胸の紐、これが胴から出ておりますよね。これなども失敗の例です。これは胴の紐をつける位置を少し工夫なさる、あるいはこれをほどいてしまって一時的に懐に入れてしまえばすっきりしている、こういったところも気をつけましょう。次にコテをつけた場合に気になりますのは、コテ紐の先端ですね、紐の終末部、これが演舞のたびにピラ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 こうなっておられる。これもやはり好ましいことではありませんので、右側に示しておりますように先端部分は内側に始末しておく、こういう心構えもぜひ心がけていただきたいと思います。
さらに胴紐の着想について申し上げます。ご覧になって分かりますように、輪の部分が均等に両側に開いております。これが片方にこう寄ってしまったりとか、あるいは非常にこの輪の部分が長くひらひらしたりとか、そういうことがないように胴紐を結ぶときに十分気をつけて、きちっと収まりがつくように心がけていただきたいと思います。胴の下の紐が縦結びになるというようなことは当然のことですが、ゆとりを持ってしかもしっかりついておる。それではもう一つ着想で面の付け方について申し上げたいと思います。面紐を交差させる場合には、物見の部分、面を直立させたときに、物見の部分からまっすぐ後ろに向かった。ここあたりが面紐の交差する標準の位置だ。こう考えてください。物見からまっすぐに行く。そして、今度はいよいよ面をつけたときに、面だれの形状ですね。はい、面だれの形状、面だれの裾が富士山の裾を思わせるようにスーッと落ちてくるという、これをしっかり意識していただきたいと思います。これがこういうふうに跳ね上がってしまって、あるいは面紐の結ぶ位置が非常に面紐を結ぶ位置が非常に低くなりすぎて、首を締め付けるようになりすぎている。こういう低くなりすぎて、ここが跳ね上がってしまう。こういう結び方も気をつけていただきたい。あくまでも美しい山の姿のをイメージして、山の姿をイメージして、常日頃から面を収納する際、直す場合にこの形を常に心に置いて直していただきたいと思います。面紐のこの輪の部分と先端、紐の端の部分が
こういうふうに違ってしまうのも非常に要注意ですね。輪の部分と先端の部分が同じ長さになるように常に分けていただきたいと思います。はい、着想については以上